いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は冬バスのポイントです。冬のバス釣りは釣れないイメージがありますが、水温などの環境の変化に気をつけておくと、バスがどの辺りにいるのか想像することができます。今回は冬バスがいつどこにいるのか紹介いたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。水温は最低でも4度、変化のある場所、ディープエリア、それではこの3つについて解説していきます。授業に入る前にブラックバスの生態について少し触れておきます。ブラックバスは一年中釣ることができます。最盛期は3月から10月です。4月から7月が産卵期、10月から11月にかけて冬の準備に向けて荒食い期になります。通称冬バスと言われるのは12月から2月の期間を言います。冬のブラックバスは新陳代謝が低下し、冬に入る前の荒食いでお腹いっぱいになっていることもあり、ルアーへの食いつきが極端に悪くなる時期にもなります。ブラックバスの適水温を見ていきます。捕食活動を行う適水温は18度から26度です。活性が高い最適温は22度前後です。活動ができなくなる生存温度は4度です。これらの温度は地域差がありますので、あくまで目安にされておいてください。それでは、水温は最低でも4度を解説していきます。外部の温度により体温が変化する変温動物のブラックバスは、人間よりもかなり温度変化に敏感です。ちなみに、私たち人間のような周囲の温度に左右されず、自らの体温を一定に保つことができる哺乳類を高温動物と言います。ブラックバスの適水温はおよそ18度から26度程度と言われています。水温が10度を下回ると、ブラックバスは冬の準備に入ります。4度を下回ると活動ができなくなると言われています。冬のブラックバスは水温の比較的高い場所にいます。水温が下がると4度以上のところを目指して場所を変えていきます。変化のある場所について解説していきます。冬の池などで倒れた木を見かけたら、そこは冬でも絶好のポイントになります。倒れた木など水面に障害物のある場所は水温が高い傾向にあり、ブラックバスが潜んでいることがあります。倒れた木などは冬場の冷たい外気や風を防いで水温が急激に下がるのを防止してくれます。冬でも青々とした水草は冬バスのポイントになります。冬に水草が生えているということは湧き水が噴き出し、水草が根を生やしている場所でもあります。湧き水は冬でも水温が高めで、ブラックバスの餌となるベイトなどが集まるポイントになります。冬は深い場所にいることが多いブラックバスですが、移動する際にそこの地形変化に沿って移動します。深い溝のようなところがあれば、そこにはブラックバスが通過している可能性があります。ディープエリアについて解説していきます。冬に水中を見てみると、夏と比較して水が澄んでいると思います。水中にはいろいろなプランクトンがいて、それが濁りの原因にもなっています。冬になると水温が低下し、プランクトンの活性も下がり、プランクトンの量も減少するためです。外気温の影響を受けやすい浅場、シャローエリアはプランクトンが少なくなると同時に小魚などが浅場から姿を消します。冬のブラックバスは体力を消耗しないように水温差が少なく水の動きのないディープエリアに潜んでいます。岸からの釣り、おかっぱりから遠くなるため釣れないと思ってしまいがちです。冬のバス釣りは比較的遠投、深場の釣りになってくるため、バイブレーションやメタルジグなどが効果的になってきます。最後にまとめです。水温は最低でも
4度以上のところを想像して狙ってみましょう。釣り場に着いたら倒れた木や水草、地形の変化があるところに注目して周囲を見渡してみましょう。深場は流れが緩やかで水温も安定しているため、ブラックバスが休みやすい場所になっています。バイブレーションなどで狙ってみるのも面白いと思います。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画がブラックバス釣りの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。